どうも、声優の月城里奈です。今日は私月城がガラスペンマスターとしてガラスペンの書き心地とか音とかを比べていきたいと思います。今日用意してもらったガラスペンはまずこちら、ちょっとこの緑のお花がついてる感じのやつが一番安い Amazon で購入した500円のガラスペンです。でも見た目はね、全然なんか高そうです。ぶっちゃけすごく綺麗な装飾があるので高そうなので、書き心地がどうなるかちょっと後で試してみたいと思います。次紹介するのがこれですね。ちょっとさっきのより小さい文房具屋さんで買った2000円のガラスペンです。さっきのよりちょっとお高いんですけど、さっきのよりだいぶサイズが小さいので、なんかもうこの時点で絶対違うことになりそうなので楽しみですね。最後にご紹介するのがででん、こちらです。これは、デザフェスで購入したもうプロの職人さんが作った世界にたった1本しかないガラスペンで、お値段が約1万4000円です。さっきの2本と比べるとだいぶ値段がねぐっと跳ね上がりましたけども、でも高いからといって書き心地が良くなるかどうかはやってみないとわからないので、早速やっていきたいと思います。今日はガラスペンだけではなく用紙も3種類用意してもらいました。これは画用紙ですね。一般的な画用紙で、これはケント紙といって紙の表面がとてもスムースで硬い紙です。画用紙よりはちょっとサラサラした感じの書き心地になるのかな。で、これは画線紙、ちょっと裏見ると分かるんですけど、なんかちょっとモロモロしてるというか、四方に耳がついた風合いのある画線紙です。墨のにじみは少なく吸い込みがいいって書いてあるので、多分この3種類はそれぞれ違った書き心地になるのかなと思いますので、ペンと合わせて検証していきたいと思います。じゃあまずは Amazon で買った500円の一番安いペンから書いていきたいと思います。おー、すっごい書きやすいです。正直めちゃめちゃ書きやすいし、なんかこの細さ、ペンの細さもちょうどいい、よく一般的に使われているボールペンぐらいの文字を書くのに一番適したような細さなので、すごく使いやすいです。あ、だいぶ変わるな。ケント紙だとより滑らかになりますね。ちょっとせっかくなんで全部にサイン書こう。待って、私これが一番好きかもしれない。早速、すごく書きやすいです。待って、皆さん見えますか？画線紙すごくないですか？このにじみがめちゃくちゃ綺麗。よく水を吸収するからよりほわほわほわっとした書き心地になって、画線紙めちゃくちゃ好きです。 Amazon で買った500円のガラスペンで書いてみました。私はこの画線紙が一番好きですね。なんかすごい懐かしい気持ちになったんですけど、実は私これ食べたことあって、なんか小学生の頃に工作の時間でこの紙を使って工作をしたんですけど、でお家に持って帰ってきてちょっと食べてみようかなと思って口に含んだら、なんかね、イメージで言うと綿菓子をプレスした感じで、口の中でほどけるような食感がすっごい美味しくって、これは食べ物だと思って、その後に醤油とかめんつゆとかでいろいろ食べ合わせてみたんですけど、これはちょっと美味しいので、機会があったら皆さんもぜひ食べてみてください。言っていいのかな、これは。美味しいです、画線紙は。次はこちらですね。文房具屋さんで買った2000円のガラスペンです。では色を変えて、全然違いますね。さっきのより細いわ。細い。これはこれでめちゃくちゃいいですね。すごく線がさっきより細いのでしっかりとした線が描けます。で、次がケント紙ですね。すごい。待って、私ガラスペンフェチかもしれない。もしかしたらすごくいい、すごくいいです。これもうとろけるような書き心地。細いがゆえにちょっとこういうところちょっとかすれちゃったりするんですけど、それがまた味かなみたいな。サインもいいですね。では問題の画線紙いきます。どうなるんだろう。わー、すごい綺麗。
線紙いいな。画線紙もらっていいですか？今日何枚か。家でこれ食べないけど家でなんか使いたいぐらいめちゃめちゃいいです。絶妙なにじみ具合。これちょっと丸描いただけでもだんだんこうにじんでいくから、いいですね、河川紙。それでは最後にこちらのね、値段がぐぐっと高くなるデザフェスで買った約1万4000円の高級ガラスペンで描いていきたいと思います。ちょっと待って、もう一回インクつけますね。あれ、あれ、ちょっと待って、なんか剣都市に書いていきますね。じゃあ最後画線紙に書きます。うまい言葉が浮かんでこないんですけど、すごい気難しいタイプですね、これは。なんて言えばいいんだろうな。こっちの子たちがなんかその要領よく学校とか職場とかでもうまく対応していけるようななんか性格のガラスペンだとしたら、この子はちょっと我が強すぎて多分あんまり周囲とは馴染めないんですよ。多分そんな感じがして、だから書き心地も正直多分これ10人いたら10人いいとは言わないような、ちょっとこの癖のあるタッチなんですけど、こっちの子たちはもう言うこと聞くイエスマンだから何でも聞いていくんだけど、この子は正直そんなに滑らかではなくて、ただ音は抜群にいいです。すっごい硬い繊細な音がするので、こっちの子たちは滑らかにも紙があったら歩いていきますよみたいな敷かれたレールを進むだけっていう感じなんですけど、なんかこの子は抗ってきますね。紙にこう触れた瞬間からっていう圧があったので、高いだけあるなって思いました。ということで本日は、ガラスペンを3本書き比べてみました。月白個人的に好きだったのはこれかな。やっぱ2000円文房具ちゃんかな、一番好きだったのは。持った感じも私手がそんなに大きくないので、この子が一番こう小さくて細くて馴染みやすいんですよ。なので女性がもし使うとか、男性でも手の小さい方がガラスペンで描くよっていうんだったら、全然この細さ長さでいいかなって思います。高ければいいってわけじゃないんだなって思いました。全然この500円のやつも2000円のやつもすごい滑らかに描けるし、ただガラスペンってやっぱり普通のペンと違って見て楽しむっていう要素もあると思うんですよ。なのでやっぱこういうちょっとこだわった装飾とかだといいもの持ってんなみたいな気分も上がりますし、見る鑑賞物として買うんだったら全然高いのもありかなと思いました。それでは今日も動画を見てくださりありがとうございました。またねー。